도쿄의 한 고등학교 교실. 평소와는 다른 내용의 교내 방송이 흘러나오자 교실 안이 술렁입니다. 학생들은 놀란 표정으로 방송 반원인 토야마 안즈를 바라봅니다. 오이 토야마, 난다これ? 놀란 안즈가 방송실로 달려가고 アンズじゃあ僕も喋っちゃおう。この声片岡くんじゃない？片岡くん？ほら一学期だけ A 組にいたなんか変なやつ。あいつオーストラリアに行っちゃったんじゃないの？だって男女の違いないんですもの。どっちだっていいのよ。でもそれじゃあストーリーとして面白くないよ。中世、その単性接触の宇宙人である僕たちが恋に落ちるっていうのはどうかな。中世は片岡徹に影響されて男性化し、ポーセは遠山アンズに影響されて女性化するんだよ。それで恋に落ちる。 안즈는 카타오카 토오루라는 남학생과 지난 여름방학 내내 촬영했던 자신의 영화를 방송반 지도교사와 단짝 친구인 히로코에게 들키고 맙니다. ひょっとして今のが片岡と作ってた映画？それは大勢の人で賑わったということで、映画って何のこと？夏休み中ずっと撮ってたの。はい。片岡暇さあればなんか撮ってたもんね。もったいないな。これだけ撮って編集してないなんてさ。勝手に編集しちゃうと片岡君にも悪いし。いいじゃない。あいつが勝手に行っちゃったんだから。よし、先生が許可する。学校の機材使っていいから映画を完成させなさい。片岡と何もなかったの？何もありません。じゃあどうして片岡いきなりオーストラリア行っちゃったのよ。 집으로 돌아온 안즈는 오랜만에 다시 비디오 카메라를 켭니다. 今日は遠山アンズから片岡徹へのビデオレターです。 그리고 카메라 앞에서 선생님과 히로코의 조언대로 토오루와 함께 찍었던 영상들을 다시 편집해 영화를 완성해 보겠다고 스스로 다짐합니다. せっかく撮った映画なんだし、ちゃんと編集してチュンセとポーセのことをみんなにも知ってもらいたいと思います。月が鏡であったなら、愛しいあなたの面影を両と映してみようもの。こんな気持ちでいる私ね、忘れちゃ嫌よ。忘れないでね。 고등학교 2학년 방송반원 토야마 안즈. 放送部の遠山さんでしょ。 여름방학을 맞은 그녀는 기요스다리 위에서 카메라 조작을 연습하다 1학기에 전학을 온 학생 카타오카 토오루를 만나게 됩니다. 僕2年 A 組片岡徹。ああ、あなたか。ニューヨークから来た天才ビデオアーティストって。ヒロコに聞いたんでしょ。オタクとか病気とか言ってなかった？言ってなかった？ No, she didn't. そうか。実はさ、僕宇宙人なんだ。 토오루는 자신을 지구인의 몸을 빌려온 외계인 춘세라고 소개합니다. 片岡徹の体をボディジャックした宇宙人の私が喋らせているのです。私の名前は中世、ポルクス第7惑星宇宙生命文化研究所の調査員。それで地球人の片岡徹としては宇宙人の中世と一緒に SF 映画を撮ることにしたんだ。それでさ、中世が今君の体を借りたいって分裂しかかってるみたい。もう一人宇宙人が生まれるんだって。君の体を貸してあげてよ。 그리고 곧 자신이 분열해 또 하나의 존재가 태어날 거라며 다짜고짜 안즈의 몸을 빌려달라고 합니다. どうですか？送られてきましたか？まだ見た。こっちからは出て行ったけど。あ、今来たみたい。 그렇게 태어난 또 하나의 존재는 ポーセだよ。ポーセか。 우주인들의 지구 문화 탐사라는 설정 아래 두 사람은 함께 영화를 찍기 시작합니다. タイムマシンに乗ってワープして
した地球人の滅亡を遡ってたどり着いた未来人影とだえ寂しさの中タイムマシン飛ばしたタイムマシンに乗ってエーテル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 隊僕チュンセポーセよろしくね 소리와 빛을 먹고 산다는 이 두 외계인은 도시의 낮과 밤을 돌아다니며 지구인들의 삶을 관찰합니다. 宇宙人は音と光を食べるんだ中世この壁画はなんだサインだ 도심의 한 극장 앞에서 영화 포스터를 발견한 두 사람. 映画ってなんだ片岡徹の摂取している食べ物の一つらしい 극장 안으로 들어가 보지만 이미 상영은 시작된 뒤입니다. ねえこの映画うちにあるよ 안즈는 같은 영화의 비디오 테이프가 집에 있다며 토오루를 자신의 집으로 데리고 옵니다. そうだったずいぶん見てないから。面白かったねうん30年前の映画なのにちっとも古くない 영화를 보다 잠이 든 안즈의 어머니. お母さん泣いて 그녀의 눈가에는 눈물이 맺혀 있습니다. 思い出の映画だからねた思い出うんお父さんと知り合った頃見たんだって別れちゃったけどねじゃあお父さんと会わないんだうん時々遊びに行くじゃあうちよりマシだうちは離婚してないけどめったに会えないんだどうしてしょっちゅう海外なんだ建築関係の仕事だからさ今はオーストラリアにいるみたいだけどへえオーストラリア僕が小さかった頃はさ家族で移動してたんだけど遊牧民みたいにへえいいなじゃああちこち行ってるんだ 서로의 가족 이야기를 털어놓으며 두 사람은 조금씩 마음의 거리를 좁혀갑니다. 宇宙人はさテレパシー使うから言葉は関係ないけど 토오루는 아버지가 편지에서 들려주었던 アボリジニーも言葉を使わないで交信できるな 호주의 원주민 아보리진 부족 이야기를 꺼냅니다. オーストラリアの原住民でさディジュリドゥで太古の精霊とか宇宙人とかと交信できるんだってお父さんの手紙に書いてあったんだ何デディジュリドゥィジュリルこんなさ長い太い笛みたいな楽器でさ欲しいんだけど手に入らないから自分で作ったんだ竹でこんな感じ 그가 왜 그토록 호주에 가고 싶어 했는지 그 이유가 조금씩 드러나기 시작합니다.トール君何言ってんだろうあアンズの家地球から4.3光年あそこからなら純正をボルク星に送り返すことができる最後の望みはオーストラリアだ僕たちは未来から来た宇宙人地球人を調査するために観光ツアーの一団に紛れてただいま調査中ここは20世紀の東京地球人はどうして海に住まないんだろうね陸ばっかり 토오루는 혼자 도심을 돌아다니며 느꼈던 생각들을 안즈에게 털어놓습니다. 地球人の脳の中に夜の星があるんだこういう風にピカピカ情報をやり取りしてるんだそれって神経回路かニューロンとかシナプスとかよく知ってんじゃんポーセさっきから僕が綺麗な光ばっかり見せてるからさそれって面白い使えるかもしんない
地球人の脳と都市の刺激についてもっと調査研究したい宇宙人チュンセは毎晩のように片岡徹を連れ出して夜の街を歩くんだ。すると街の光の刺激で片岡徹の脳はバチバチに弾けてくんだ。ニューロンシティ輝き見て歩く二人は高まる気持ちを伝え合いたくて分け合いたくていつしか頬寄せていつしか口づけしてねえねえ、この後はどうなんの？どうなるって、あっちはオーストラリアだし。中世とポーセの続きよ。 그런 자신의 생각을 정리해서 편집해둔 토오루의 편집본. トール君が編集したものがあるにはあるんだけど、森を捨てた地球人が平原に作った人工の森、都市。天空にそびえるタワーは地球人の祖先が木について持っていたイメージである。眠れない都市、眠らない都市、眠りを放棄した都市、眠りを必要としない都市。夜の光の点滅が地球人の脳を刺激する。夜の都市システムが完成した時、地球人はもう夢を見る必要がなくなる。それは地球人の滅亡への第一段階だ。 그의 결론은 우울하기 짝이 없습니다. 片岡徹の体を借りてカメラも借りて。ようやく調査の結果が出た。なんて？やっぱり地球は滅亡する。え？僕は早速オーストラリアに行って星に報告してくるよ。僕は？ここで待っていてくれ。星の結論が出たら迎えに来る。そしたら一緒に星に帰ろう。 결국 토오루는 호주행을 결심합니다. いつ帰ってくる？それはまだわからないけど、でもいつか帰ってくる。とにかく星と交信してみなくちゃ。中世は地球生まれじゃないから地球人とうまくやっていけないんだ。ポーセは待ってるぞ。ハンズ、どうした？インタビューしてもいい？インタビュー？それで取材に来たお母さんと付き合いだしたのはタイプだったから。お母さんがタイプって？好みのタイプ。好みのタイプってよりも自分に似たものを見つけていたからかもしれないな。似た者同士への反発もあったか。え？それはおそらく単性生殖時代の名残だろうとポーセは思った。しかしポーセ自身、アンズの影響で地球人の2つの中の性の一つ、女性の方にどうしても傾いていく自分を感じるのだった。トール君が何を考え、何を見ていたか確かめたくて、もう一度ハトバスに乗りました。 홀로 남겨진 안즈는 토오루가 남긴 테이프들을 다시 돌려보며 그와 함께 다녔던 장소들을 하나씩 찾아갑니다. 森を捨てた地球人が平原に作った人工の森、都市と都市文明、その繁栄と滅亡は森での生活を捨てた地球人の宿命ではないだろうか。森への憧れ、森へのノスタルジア、平原で森の中での疾走感を味わうには
そのスピードを無限に上げていくしかない。無限に。眠れない都市。夜の光の点滅が地球人の脳を刺激する。夜の都市システムが完成した時、地球人はもう夢を見る必要がなくなる。それは地球人の滅亡への第一段階だ。 그 과정에서 안즈는 토오루의 불안을 이해하고 위로하기에는 자신이 너무도 미숙하고 작은 존재였다는 사실을 깨닫게 되고 결국 영화 편집을 포기합니다. 片岡君にとって私は何でもなかったのよ。じゃあ捨てちゃえ。こんなの取っといても意味ないって。 하지만 친구 히로코의 격려로 안즈는 다시 용기를 냅니다. 何よ。ほんと気短いね。やっぱり捨てる？いいじゃないですか。自分のカメラで自分撮ったって。やめろって言ってんのに。なんで自分のカメラですよ。お前はな、この事業の電源を無駄で使用してんだぞ。このカメラってお前無駄で使用して電気で動いてんだろ。十分なセットだよ。俺は現行犯だ。断ればいいんでしょ。何？お借りします。抜けてないよ。抜けよ。抜けていってんだよ。手をつけるぞ。はい、ほうだ。はい、ほうだ。ほんとしょうがない子。トールくんのお部屋見せていただいてもいいですか？ 토오루의 집을 찾아간 안즈는 그가 남겨둔 아직 공개하지 않았던 테이프 하나를 발견합니다. 春世初地球レポートスペシャルエディション滅亡まで。私が毎晩のように地球人片岡徹を夜の都市に連れ出しているうちに、この地球人の脳に変化が見られるようになった。覚醒しっぱなしになってきた。極度の不眠症である。ここにおいて片岡徹の脳と都市とはイコールで結ばれた。地球人滅亡方程式に片岡徹の脳が組み込まれたのだ。やはり片岡徹には地球を救うことなどできないのだ。宇宙の歴史を変えることなどこんなちっぽけな地球人にできるわけがないのだ。すべては地球人が森を捨てたことから始まった。僕は地球を救えない。早く家に帰りたい。でも僕の家は 그 안에는 토오루의 외로움과 절망이 고스란히 담겨 있습니다. あなたは一人で苦しんでいたのですね。ポーセは悲しい。ポーセはチュンセから生まれたのに。 아버지의 직장 문제로 이곳저곳을 옮겨 다니며 살아야 했던 어린 시절. 끊임없는 환경 변화 속에서 적응하지 못했던 기억들. 그는 스스로를 지구에 속하지 못한 외계인이라 여기며 그 외로움을 견뎌왔던 것인지도 모릅니다. それで新しい生命体として生まれ変わるの。トールを助けられるのはチュンセしかいないんだからさ。でもチュンセはトールのこと嫌いだからな。弱虫だから。そんなことないよ。トールは頑張ってるよ。ああ、ディジュルドゥがあればな。オーストラリアのアボリジニはディジュルドゥで星と交信するんだ。星と交信して強力な電波で地球の都市機能をめちゃめちゃに破壊して街を眠らせてやるんだ。これはいいや。早速星と交信だ。 안즈가 장난처럼 시작했던 영화 촬영은 어느새 토오루와 가까워지는 계기가 되었지만 그 사이에도 토오루는 여전히 외로움 속에 머물러 있었습니다. 결국 그는 자신의 불안을 끝내 털어놓지 못한 채
갑작스럽게 호주로 떠나버린 것입니다. トールくんトールくん引かなくっちゃ。行くってどこへ？オーストラリア。トールくんのバカ。もうどうなっても知らないから。あの夜と同じだ。あの夜もトールくんカメラに向かって何か言ってた。地球から4.3光年。あそこからなら純正をボロック星に送り返すことができる。最後の望みはオーストラリアだ。これは突然夜中に来た時、あの時のトールくんだったんだ。じゃあうちでビデオを見たあの夜はこれじゃなかったんだ。 안즈는 토우루가 처음 자신의 집을 방문했던 날 밤 그가 남기고 간 또 하나의 테이프를 발견합니다. これが地球の映画のテイクアウト。 그 안에는 안즈를 향한 솔직한 마음이 담겨 있었습니다. これだ。トール、ポーセのこと遠山杏に預けたのは間違いじゃなかった。遠山杏はすごいいい子だ。おい、何ニヤニヤしてんだよ。分かってる。好きなんだろ。いいんだよ、分かってる。僕だって好きなんだから。大事にしろよ、杏のこと。 그의 마음을 엿보고 비로소 용기를 얻은 안즈는 다시 카메라를 들고 촬영을 이어갑니다. 私、あのラストシーンでは終われません。私は物語を取り足します。ポーセ初地球レポートスペシャルエディション遠山杏について。片岡徹と知り合って、その時から僕ポーセも同居するようになったんだけど、それ以来杏は随分変わったらしい。最初のうちは僕のこと面白がってただけだったけど、だんだん仲良くなっていった。僕とチュンセがいたから杏とトールも仲良くなれたんだ。トールと過ごした夏休みは楽しかった。でも映画は遊び半分だった。トールは本気だったのに、そのことに杏は気づかなかった。昨日大変な事件が起きました。トールとチュンセがオーストラリアに行ってから杏はまた随分変わった。いろいろ悩んだり迷ったりしてたけど、映画を作ってよかったと今は思ってる。少しは自分のことが見えるようになったから。せっかく撮った映画なんだし、ちゃんと編集してチュンセとポーセのことをみんなにも知ってもらいたいと思います。お父さんとお母さんが離婚した時、杏は泣かなかった。泣いたらダメだと思った。でも泣いたっていいんだ。弱くて泣き虫の自分も素直に認めようと杏は思っている。そして何よりもトールを好きな自分のことを素直に認めよう、そう杏は思っている。おい杏、今やっとホスト更新できたよ。地球は滅亡なんかしないって星の結論だよ。片岡徹とチュンセも応援してくれたんだ。未来が変わったんだ。僕は地球が大好きだ。僕の故郷は地球だ。 그리고 완성한 영화를 호주에 있는 토우루에게 보냅니다. ただいま。おかえり。杏ちょっと貸して。
届いてるわよ。え？ダイニングに。本当？ 시간이 흐르고 도쿄로 돌아온 토오루. 이제서야 외계인 춘세와 포세의 진짜 이야기가 시작됩니다. なんで？なんで？帰ってきたの？中世も地球にいたってさ。中世と仲直りしたんだ。うん。じゃあ中世とポーセの再会シーン。中世、ポーセは待ってたぞ。ビデオ見たよ。素敵な映画にしてくれてありがとまだ終わってないよ。ラストシーン撮らなきゃ。う。一緒に考えよっか。場所は海岸。21世紀最初の日。もうすぐ朝日が昇ってくる。そこにいるのは私たちね。そう4年後の僕たち。 이 영화 20세기의 노스텔지아는 2000년대 전후 국민 여동생으로 불리며 사랑받았던 히로스에 료코의 영화 데뷔작입니다. 이 작품을 계기로 그녀는 청춘 영화와 드라마를 넘나들며 당대 최고의 스타로 성장하게 됩니다. 하라 마사토 감독은 영화를 완성된 결과물이 아니라 삶 속에서 계속 만들어지는 과정이라고 생각해온 인물로 즉흥성과 우연의 순간들을 카메라에 고스란히 담아내는데 관심을 가져왔습니다. 20세기의 노스텔지아는 그의 이러한 영화관이 가장 따뜻하게 드러난 유일한 상업 영화이기도 합니다. 赤ちゃんの名前は？中世とポーセ。 한 해를 마무리하는 연말, 25년 전에는 미처 돌아보지 못했던 20세기에 대한 감사의 마음으로 이 영화를 소개하게 되었습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 게스트 나레이터 그루였습니다.